皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在、神戸ポートアイランドのね、神戸大橋を渡ったところに来ております。もう少しね行くと、中公園というところがあるんですけどもね、そのすぐ近くにおります。で、真正面赤いアーチ橋、あちらがね神戸大橋でございます。で、今回はね、神戸三宮の東遊園地のあたりから遊歩道かな、遊歩道というか、横断陸橋とか普通の歩道のみを歩いてまいりまして、こちらの方までやってまいりました。目の前にね見えてる高架が神戸市新交通のポートライナーですね。で、今回は遊歩道のみを歩いて信号を渡らずにどこまで行けるのかなというのを検証していきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、でこちらからね、参ります遊歩道なんですが、スタート地点がこちら、今現在いるところですね。で、終点が南側になります。それではね、進んでいきたいと思います。で、ここまで来るまでも東遊園地から1回も信号を渡っておりません。三宮のね。で、強いて言うなら三宮駅からね地下道を、通ってまいりましたら、さらに信号横断歩道ね、三宮駅からこちらまで渡らずに済みます。で、こちらね、陸橋を降りまして、この陸橋のねここに中公園で書いてますね。で、この後ろ側が、普通のね、道路につながります。で、ここからが中公園になりますね。結構広い公園でしょ。で、念のため今現在の、時間を見ていきたいと思います。今現在の時間が、午後、2時32分ですね。で、遊歩道終点には、ね、何時頃着くかっていうのをね、見てみたいと思います。平日の昼間なんでね、そんなに人は歩いてないですね。で、先にね、目の前なんか公園らしくね水飲み場がありますね。で、結構ね道のりが長いのでね、先にお手洗いに行きたいと思います。公園なんですけどね、というお手洗いございます。で、お手洗いを済ませまして戻りますね。で、先ほどはね真正面のあたりから来たので、今度ねここの道の交差点で左へ曲がって先へ進んでいきたいと思います。で、目の前ね、陸橋になっているので、こちらをね渡っていきたいと思います。上の高架はポートライナーの、島内循環線ですね。で、ここからね1回も下のね、道路に降りずにどこまで行けるか見てみましょうかね。で、こちら、建物建ってますが、1階が、商店で2階以上が住宅になります。で、こちらね、自転車も通れる、遊歩道ですね。で、こちらなんですけども、1995年のね、阪神・淡路大震災ですかねの後、こちらねかなりの、被害を受けまして、橋が通れなくてね、陸の孤島と化したのと、あと液状化でねかなりの被害が被っております。そのせいでねかなりこの辺り、閑散とねしておりますね。で、なんか左側ね可愛らしい建物という小屋があったので、何かなということで左側ね曲がって見てみましょうかね。なんか雑貨屋のお店みたいですね。ただこちらね今現在は営業してないんですかね。もう商店がほとんど閉まってますよね。まだ2時過ぎなんですよこれ。で、さらに陸橋を渡っていくんですけども、こちらね、下が道路になっています。で、この前ねちょっとした広場になってまして、階段上がるとねここがステージのようになってまして、左側ね神戸信用金庫があって、奥ね商店街とかね、ショッピングセンターになってますね。
でこの上ね、陸橋があるんですけども、陸橋の反対側のね、向かい側にはポートライナーの駅がありまして、こちらが、ポートライナーの港島駅、港島キャンパス前駅になってます。でこちらがね、ファミレスのビッグボーイ、今現在ね、内装の工事中ですね。でシャッター結構閉まってるでしょ。もう閑散としてるんですよね。人はねある程度は住んでるんですが、もうお店はねほとんど開いてないです。でこちらがね、大英のグルメシティ、このね、ビルの1階の中に商店がねある程度はやってるところあるようですね。ただ結構閉まってるようですね。神戸らしく彫刻がありますね。ガラガラでしょ。でお年寄りはね、遊歩道なんでちょくちょくすれ違ったりするんですけどね。一応このポートアイランド内に学校、小学校、中学校もございます。でさらに陸橋を渡るんですがね、下にこういうね結構ね、幅の広い、車の走るね、道路がございます。でこの右側のね陸橋階段、この向こうには駅はございません。さらに行くと右の方にねまた、遊歩道がつながってまして、陸橋を渡る形となってます。でね、前の方丸いね建物建ってるんですが、この辺りはね後で紹介します。で左側はね企業の研修施設か国際会議場という風にねなってたと思います。で右の奥の方はね国際展示場などがございます。そうですね、ファッションショーの神戸コレクションで有名ですね。でなんかね変なモザイクというか、カラフルなものありますよね。こちらね噴水あるんですね。で目の前がね、ポートアイランドホテルですね。で真正面左側が市民広場で、この、鐘があるのが、これがからくり時計です。正午とね時間内になります。で右側がねポートライナーの市民広場駅で、こちらでね、ポートアイランド内をね回る路線と神戸空港まで行く路線にね分かれます。でこのね右側がポートライナーの市民広場駅ですね。こちらで、路線がね分かれるということですね。でまたね陸橋を渡ってまいります。でここからね、ちょっと広いところに出てまいりまして、あちらがね市民広場駅ですね。なんか公園のような感じが出てまいりましたが、でここねポートアイランド内をね周回するポートライナーがね左の方へ進んでいってますね。でこの左側木々が多く生い茂ってますが、こちらがね、ポートアイランドの南公園でございます。こちらですね。でもともとこちらは、ポートピアランドというね遊園地があった場所でございます。で目の前ね、プロペラがありますけれども、こちらがね全長187メーター、総トン数15,700トン、アメリカ丸という貨物船がについてたプロペラで、直径約 6.7 メートル、重さ約 3.7 トンございます。これがね、神戸からねアメリカとかね外国までね就航してたんですね。でこの右があちらまっすぐ行くと市民広場駅の方に、行きつけます。で屋根があるんですが、昔この下にね動く歩道ですね。歩く歩道だったら普通ですよね。そのね、それがこの屋根のあるところずっと続いておりました。結構長い距離ですよね。結構楽だったんですよこれね。でさらに進んでいきましたら、またこちらね屋根があって、この屋根のあるところというのは昔からね動く歩道っていうまっすぐなエスカレーターがあったところです。今現在もうね維持費が大変なんで、もう完全になくなっちゃってますね。ここから左へまたね寄っていきます。でこの奥が南公園ですね。
南公園って結構大きいんですよね。で、右の方は先ほどね、大きな建物あったんですが、そちらがね、中央市民病院でございます。で、こちらもね、動く歩道、まっすぐのエスカレーターなくなっちゃってますね。撤去するのにもお金かかるのにね、もったいない。で、こちらが、高度医療センター街といいまして、医療とかね、それに関する研究所などが集まっているところでございます。で、真正面、ようやく動く歩道が見えてまいりましたが、なんか嫌な予感。休止中ってなってますね。で、こちらがね、ICCRC 神戸大学の医学部ですね、の研究施設のあるところですね。もうここまで歩いてきてね、ようやく休めると思ったのに、お金かかるから仕方ないんでしょうけど、それにしてもね、動く歩道、こちらも休止中でなってますね。残念。がっかりしました。もうここまで歩いてきてだいぶ疲れてます。でね、左側エレベーターがありまして、右側にね、なんかポートライナーの医療センター駅中央市民病院前になります。やっとここまで来ました。でね、歩いていきました。なんか目の前、フェンスがありますね。さらになんか嫌な予感するんですが、はい、迂回路ってなってまして、こちらね、改装工事のために通行止めになってました。工事期間はね、今年の3月末までだそうです。本当にそれまでにね、終わるのかどうかわかんないですけどもね。仕方なくこちらね通れないんで、迂回をしてね、この遊歩道が終わるところまでそばをね歩いていきたいと思います。で、階段下まで降りましてね、でこの左奥にね歩道のようなものありましたんで、こちらを進んでまいりましょう。で、進んでいったらね、なんか駐車場に入ってしまいましたね。この上を走ってるのがポートライナーの空港線でございます。で、さらには前には行けなくなっちゃったんで、ここね道路を渡りましょう。仕方なくね。で、今回はね遊歩道の、距離なんですけども、遊歩道のあるところということで測りたいと思います。実際ね通れなくてもね、もともとはそこね遊歩道として存在するところですからね。で、こちらね左側なんか池とかね休憩施設を現在作っているような感じですね。で、こちらが正面遊歩道のねあちらの市民医療センター駅市民広場駅中央市民病院からねまっすぐ降りてきたところですね。で、さらにこの先も遊歩道は実際続いております。なんかね通れないのがもどかしいですね。あと1ヶ月頑張ってね待ちましょうかね。左側にね、これ遊歩道なんか歩道なんか駐車場内なんかわかんないですけど、先へね進んでまいりましょう。でね、ポートライナーが左の方へね大きく左の方へ迂回してますが、この先ね、計算センター駅かな、計算センター駅かながあるところにねポートライナーは向かっていくんですね。で、真正面のビルが、そのね計算センターというビルですね。スーパーコンピューターの入っているビルでございます。で、この先ねもう遊歩道はございません。はい、こちらで
この、南北を貫く遊歩道の終点でございます。ここまで約 2.6 キロ、時間で約ね40分弱ですね、歩いてまいりました。途中ね寄り道したりねお手洗い行ったりしてたんでね、こんなには時間実際はかかってないですけどもね。はい。でねこのね右の方、右じゃなかった、右か、こちらをね通っていくとね結構大きな道とかもございますね。はい、今回ねポートライナーをねポートアイランドを縦に、南北を貫く遊歩道をお送りしてまいりました。でこちらにね看板がありまして、港島、ウォーキング&ランニングロードとなってます。この先ねありまして、西緑地というね遊歩道につながってます。これはねまたね、次回お送りしていきたいと思います。かなりね景色のいい遊歩道がありますんでね、こちらはまた次回お送りしていきたいと思います。はい、今回はポートアイランドを、ど南北に貫く遊歩道があって、それがどこまで続くのかということで、お送りしてまいりました。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価、グッドボタンですね、あとコメントをいただければ大変嬉しいです。そうしましたらね、また皆様と次回お会いできることを願いまして、さようなら。